どうもー、こんにちは。いやー、毎年この時期に思うことですけど、一年が早いんだわ。なんだかどんどん時が加速していきますよね。ちなみに年を取るほど人生に対する1年の比率が小さくなって時間が流れるのが早く感じる現象のことをジャネーの法則と言いますね。はい、さて2023年の年末も押し迫ってきたというところで、年末らしいことをやろうかと思いまして、今年に発表された時計で気になったものの話をまったりしてみようかと思います。はい、では早速ですが、まずは何といっても今年はロレックスが豊作でしたよね。デイトナのモデルチェンジ、1908、40mm のエクワン、ヨットマスターのチタンモデル、スカイドゥエラーのモデルチェンジ、オイパペのセレブレーションダイヤルなどなど。いやー、今年のロレックスは見るだけで楽しかったですね。実際問題買えないので見るだけなんですけどね。はい。で、特に注目したのはデイトナのプラチナモデルですね。ロレックスでは珍しいシースルーバッグとなっていましたね。ロレックスのイメージ的に高級実用機路線をひた走るみたいなところがあったんですけど、これを見ましたらだんだん高級路線といいますか、高付加価値化に舵を切っているように感じましたね。単価を上げて儲けを増やす的な感じなんでしょうかね。新作の1908とか、あとはゴリゴリダイヤモデルを見てもそんな感じを受けます。ここ数年ロレックスの値上げがすごいことになってますから、ガチの実用機はチューダーで、ロレックスは高級機みたいな住み分けが今後より進んでいくのかもしれませんね。ついでにチューダーの話もしてしまいますと、今年のブラックベイ54良かったですね。ヴィンテージテイストな顔つきがいいのはもちろんですが、なんといっても 37mm というサイズ感。ただでさえドレス系のものでも大きいのが多いのに、スポーツモデルってさらに大きいサイズのものが多いじゃないですか。いや大きい方が武骨でかっこよかったりもしますが、でもなかなかこのサイズのスポーツモデルって選択肢ないので、この提案はすごくいいですよね。この時計に限らずですが、今年の新作を見ていると小径化っていう流れがだんだんと来ているように感じますね。お掃除系の時計好きにはありがたいですよね。もうこれは本当に。はい、じゃあ小さい時計つながりで次に行きますと、ショパールの LUC1860。これもうこのチャンネルで散々触れてきましたが、私的今年の新作のナンバーワンですね。さっきも触れましたけど、最近のドレスウォッチって 40mm 前後のものがスタンダードみたいな風潮がありますけど、ちゃんとオリジナルのサイズで出してくれたっていうのが良かったですね。しかもノンデイトになってよりシンプルでドレス感が強いものになりましたね。あと今後望む展開はカラーバリエーションですね。イエローゴールドにシルバーダイヤルのド定番のものも欲しいですが、今年のルーセントスティールケースのもので結構えぐい価格になっているので、現実味のあるものでいくとルーセントスティールにシルバーダイヤルとか、あとブラックダイヤルなんかいいと思います。これが出たら本当に欲しい。しかしなかなか買うのは難しいんじゃないかなと感じています。とにかくですね、やっぱりこの時計をこのサイズで出したっていうのが、さっきも言いましたが、最近の小径化の流れを象徴しているんじゃないかと思いましたね。はい。では次は復刻つながりで IWC のインジュニアオートマティック40ですね。これもすごく話題になりましたよね。正直 IWC はこれ出すの遅いよって思いましたがラグスパフォームに若干乗り遅れてる感はありましたね。この時計をラグスポにカテゴライズするかどうかは議論がありそうですが、それはともかく新型インジュニアはインジュニア SL のデザインを踏襲しつつ現代的にアップデートされていていい感じなんじゃないでしょうか。ただですね、否定的な意見が多かったのが価格ですよね。高い。いやー高いわー。だってマーク20が今95万円ですからね。70万円以上高いわけですから。しかしそうは言ってもデザインがめちゃくちゃいいんですよね。ゲンタのメジャーな作品で現実的に買えそうな価格ですから、これは手を出そうかどうかなかなか迷うモデルですよね。あとはこのチャンネルの激推しといえばレベルソですが、今年のレベルソで気になったものはレベルソトリビューとクロノグラフですね。これも何気に復刻なんですよね。なんですけど、裏側のクロノグラフに自噴芯がつきまして、これがいいアップデートになりましたよね。裏面だけで使えるっていうのはでけーと思いましたね。で、この裏面のデザインがいいんですよね。クロノグラフをこの四角いダイヤルの中に収めるってなかなか難しいと思うんですけど、積算計をレトログラード式にして配置するっていう絶妙なバランス、いいですね。
で裏面だけでもう見応えがあるのに、表は端正でシンプルな二進になっている。これも痺れますなぁ。クロノグラフって装飾的だったりスポーティーだったりして、結構普段の使いどころって考えないといけない場面が多いと思うんですよ。ビジネスの時つけるのどうなのかなとか。だけどこれ一本でドレスもカジュアルもいけちゃうので、すごく使いやすいと思うんですよね。はい、ただでかい。しょうがないんですけど、でかい。これだけですね、欠点は。これを克服できればかなりいいと思うんですが、ロマンのある時計だなって思いますね。はい。あとは激推ししたい時計で言うと、カルティエのサントス・ド・カルティエの MM サイズに青と緑のダイヤルのものが追加されましたね。これはサントスを布教したい身としてはありがたいですね。多分サイズは MM がいいけど青文字盤がいいのにっていう方が少なからずいたと思うので、選択肢が増えてよかったと思います。ちなみにですね、ダイヤルカラーのバリエーションが増えましたが、じゃあ私はどの色が好きなのかと聞かれるとですね、やっぱり白ダイヤルが好きなんですよね。カルティエらしいクリーンで上品な顔立ちなのに、ケースとブレスレットが装飾的で武骨さもあるっていう、もう何とも言えないバランスで成り立っていまして、いいですね。ただもちろん新しく出た色も素敵なので、引き続きこの時計は推していきたいと思います。はい。それからこれはおすすめしたいというものではないんですが、注目した時計が2つありまして、オーデマ・ピゲとマシュー・ウィリアムズさんがコラボしたロイヤルオーク、それとジラール・ペルゴとサンローランがコラボしたキャスケット 2.0。 ロイヤルオークの方は何と言いましょうか、ストリート感のあるデザインで、あんまり高級時計では見ないような新鮮味のあるものでしたね。キャスケットの方は正直どこが違うのっていうレベルでほとんど違いがないなと思ったわけですが、それはいいとして、とにかくですね、こういうファッションブランドとのコラボがいいなと思ったんですよね。腕時計のデザインのプロだけじゃなくて、ファッションのデザインのプロの方が1枚噛めば新しい何かが出てきそうな気がしてワクワクしますね。もちろん当たりが出るかは分かりませんが、なのでそういうコラボがもっとあってもいいんじゃないかなと思いますね。はい。でちょっとここまで割とお高めの時計ばかり触れてきたので、もっと現実味のある価格帯の時計に触れていきたいんですが、まずはティソンの PRX に 35mm のモデルが登場しましたね。PRX はシンプルですっきりとしていてすごくいい時計だったんですが、サイズだけが気になっていまして、40mm って微妙に大きいんですよね。そこでこの程よいサイズ感で待ってましたって感じですね。しかもカラーバリエーションが豊富、アイスブルーまであるのはありがたいですね。そんなわけでエントリーな価格帯でこのクオリティですごくおすすめな時計ですね。あとはロンジンのマスターコレクション、これもエントリー的な価格帯なんですが、なかなかいいですね。ラグスポブームのおかげで低価格帯でもラグスポ系の時計、例えばさっきの PRX とかモーリス・ラクロアのアイコンとか、そういうおすすめしたいものが増えたんですけど、ドレス寄りのやつってなかなかこれだっていうものが少ないように思うんですよね。そこへこの時計、ブレゲ数字に三振スモセコで王道のクラシックデザイン。しかもそれだけではなくて、インデックスがエングレービング加工されていたり、ダイヤルカラーによってダイヤル表面の仕様が違っていたりと、結構凝ってるんですよね。なのでちょっと凝ったテイストが入っているので、他のドレスウォッチと差別化できるっていう意味でおすすめしたいですね。はい。とりあえず思いつく限りで今年の気になった新作を挙げてみたわけですが、やはりですね、私がいいなと思う時計って定番のシリーズのものか復刻デザインのものか、そういうのが多いなって印象ですね。はい。これが腕時計の全体的な潮流なのか、私個人の問題なのかは何とも言えませんが、そういう傾向がありましたと。あれですね、私は結構な腕時計界の保守派ですね。じゃああえてそういうのを避けて選ぶとすれば何が思いつくかなって考えたんですけど、オーデマピゲのコード1159のステンレスモデルとか、パテックフィリップのカラトラバ 6007G とかかなと思いました。特にコード1159はすごく挑戦的な試みをしていて面白いなと思います。オーデマピゲにとって26年ぶりの新シリーズですからね。これオーデマピゲってどうしてもロイヤルオークのイメージが強いんですが、ロイヤルオークと並ぶ定番になっていけば楽しいんですけどね。はい。という感じなんですが、いや実は今回腕時計行く年来る年ってことで、この後2024年に注目したい時計の話をしようと思っていたんですが、意外と行く年も来る年もボリュームが出てきちゃいまして、編集の能力的にこの辺が私の限界ですわ。はい。もっとサクッとできればいいんですけどね。
なかなかそうはいかないのがじくじたる思いってやつですわ。なので次回は今後注目の時計とかトレンドみたいな話をしたいと思います。では皆様、今年もいろんなことがありましたが、来年こそはきっとあなたにたくさんのいいことがありますように。さよなら2023年ということで、それでは良いお年を。そしてあったかくして寝ろやー。